はい、皆さんこんにちは。今回はですね、このシネマ 4D を使って、このような 3D のコロナウイルスを作ってみるという、チュートリアルをしたいと思います。以前にですね、アフターエフェクツの、エレメント 3D というプラグインを使ってコロナウイルスを作ってみたことはあったんですけれども、とても簡易的なものだったので、今回は、本格的に作っていきたいと思います。一応リンクは説明欄の方に載せておきましたので、もしご興味ある方はご覧になってください。では始めていきたいと思います。まずですね、こちらの、立方体を、長押ししてから、このスフェア Q を作ります。で、今適用された状態なんですけれども、ディスプレイの中の上から2つ目のグローシェーディングを、一旦クリックします。で、そうするとこのワイヤーフレームが、出てきました。で、そしたらですね、右のパネルのこのオブジェクトタブのところの中の、タイプをですね、こちらをエコサヒドロンに、変更します。で、そうするとこのフレームが、三角になりました。で、これを適用したら今度上の、エクスプレッションタブを開きます。で、こちらの、デュアルグラフというプラグインを使うんですけれども、こちらのプラグインまだインストールされてない方がいましたら、前回アップロードしました、シネマ 4D のプラグインのインストールの仕方という動画がありますので、もしよろしければそちらを、参考に見てみてください。では、こちらもうインストールされている方はそのままこちらを、クリックしていただきたいんですけれども、その前に、オルトを押しながらこのデュアルグラフっていうのを、押してください。そうするとお役付けされた状態で適用させることができます。で、そしたらですね、このデュアルグラフにカーソルを持っていって、右クリックをしてから、下の方にですね、カレントステートトゥオブジェクトっていうのがあるので、それを適用します。で、今この新しい、デュアルグラフっていうのが、加わったんですけれども、これは元の、スフェアと、新しくこのデュアルグラフが、適用されたスフェアを2つに分けたよっていうことになっています。で、とりあえずこのようにしておきます。で、こちらの三角のアイコンになっている方のデュアルグラフ、こちらをクリックしていただいてから、今オブジェクト選択になってるんですけれども、面選択の方に切り替えていただいて、コントロール A で全選択にします。選択された状態になりましたら、右クリックをしてから、ここですね、エクストゥルードインナーをクリックするか、あるいはショートカットキーの I でこちらを出してください。こちら切り替えましたらですね、まずプリザーブグループっていうチェックが入っている状態なんですけれども、こちらのチェックを外しておいてください。で、こちらのチェックが入っているとグループ化されている状態になっていて、このエクスクルードインナーっていうのが適用されているのが隠れてしまうので、こちらのチェックをまず外します。で、何もないところで結構ですので、一旦ドラッグしてみてください。そうするとこのように、面の、大きさ、選択されている面の大きさを、変えることができます。でですね、だいたいこんくらいですかね。3.4 オフセットが 3.8 くらいのところで一旦止めてから、そしたらですね、セレクトタブの方に行っていただいて、で、セレクトタブの中のセットセレクション、これを押します。で、これは、今選択されている場所を、このセレクトされているものを、一旦記憶させるっていうような、設定になります。で、そしたらですね、次にもうグラフタブに行きます。で、
この中のですね、もうエクスクルードっていうのがあるんですけれども、こちらを今度はシフトを押しながら、適用します。でそうするとこのようになりました。で、今回はシフトをしたので、子供の方の親子付けされた子供の方の、ポジションになっています。でこちらが適用できたら、この右下の、パネルの中の、オブジェクトのポリゴンセレクションっていうのがあるんですけれども、この、枠の中に先ほど作ったデュアルグラフの中の、セットセレクションの三角をですね、ドラッグ&ドロップしていきます。でそうするとこのようになります。でですね、次にトランスフォームのタブに移っていただきます。でこの中のポジションのここ一覧ポジションなんですけれども、Z の一番下のところだけですね、45にしておきます。そうすると、この長さが45センチになりました。で、オブジェクトタブの方に戻っていただきまして、今エクストリュージョンステップスっていうのが4になっているんですけれども、これを3にします。で、これは何かというと、このもうエクスクルードで、を適用することによって伸ばしたこの角みたいなやつですね、これの、ができている部分のブロック数になります。今3にしたので1個2個3個になるんですけれども、例えば5個にすると、長さは同じなんですけれども5個になります。でこれは先ほどの3の数値のままにしておきます。そしたらですね、こちらの、デュアルグラフ、こちらをクリックしていただいてから、このオブジェクト選択に切り替えます。でそうするとこのようになるんですけれども、そしたらですね、この上の緑のこの箱に入っている立方体みたいなやつですね、こちらを長押ししていただきます。で、これの中のですね、サブディビジョンサーフェイスっていうのがあるんですけれども、こちらをオルトを押しながらクリックを離します。でそうすると、一番上の最上位の、階層に適用することができました。で今このように、ちょっと丸みがかったような、形に変えることができました。そしたらですね、ディスプレイタブを開いていただいてから、一番上の、グローシーリング、こちらをこちらに、変更します。でそうすると、先ほどよりも滑らかなオブジェクトが映るようになりました。そしたらですね、もうエクスクルードクリックします。でそしたらもうグラフタブの中の、エフェクターですね、こちらの中の、ステップ、これを適用するんですけれども、今回はそのままクリックしちゃって大丈夫です。でそうするとこのような形になります。そしたらですね、エフェクターのタブの中の、このグラフがあるんですけれども、これを、コントロールを押しながら、ここら辺でグラフの線を一旦クリックしてください。そうするとこの点が出現して、グラフの位置を、調節することができるようになったんですけれども、こちらに動かすと、この膨らみがどんどん太っていくような感じなんですけれども、右下に置くと、ちょっとキュッと引き締まったような感じになります。なのでこの一番右下のところに、一旦このグラフの点を置いておきます。そしたらですね、このミニマムマックスって書いてあるタブがあるので、こちらを開いてから、この下のミニマムの方をだいたいそうですね、このくらいですかね、マイナス60くらいにしておきます。でマキシマムの方も少しちっちゃくします。この触覚の先っちょについている丸みたいな部分ですね、こちらの、大きさを変えることができます。でとりあえずこのくらいにしておきます。でそしたらですね、
こちらの、三角のマークをダブルクリックします。そうすると、この先ほど選択したところがまた、選択されている状態に戻ります。でそしたらですね、ショートカットキーの D あるいは、右クリックの、こちらのエクスクルードですね、こちらを選択して、ちょっとですね左の方にずらします。で、ズームすると分かるんですけれども、コントロール Z でちょっと戻ってみるとこのような感じなんですけれども、この左にずらすことによって、この付け根をちょっとくぼませることができます。で、だいたい気持ち沈ませるくらいでいいのでこのくらいにしておきます。で、そしたらですね、このサブディビジョンサーフェイス、こちらを選択してから、オルトを押しながら G を押します。そうすると、ヌルを作成できます。グループ化してヌルになりました。で、そしたらですね、このタグのタブの中のアニメーションタグっていうのがあります。で、これの中の一番下のバイブレート、これを適用します。で、適用したらですね、右下のパネルの中のですね、このイネーブルポジションとイネーブルローテーション、こちらのチェックをどちらも、チェックオンにします。そうしたら、アンプリチュードの、値をですね、ポジションの方ですね、でこちらを、25に、3つとも変更していきます。で、ローテーションの方のアンプリチュードも、すべて25にしていきます。でそうすると今このような感じになりました。で、動く範囲がすべて、XYZ の方向で25センチで、XYZ の、ローテーションが、25度ずつすべて、変化してバイブレートするっていうような設定になります。そしたらですね、このフリークエンシーっていうのがあるので、こちらを、1にして、このローテーションの方のフリークエンシーも1にします。で、今こんな感じですね。少し滑らかな感じになりました。滑らかというかゆっくりな感じになりました。そしたらですね、このヌルの、グループをプラスボタンを、押してグループ開きます。そしたらですね、この、デュアルグラフの方を、一旦クリックしてから、この紫のベンドの、アイコンをクリックしながら、このジグルというのがあるので、こちらを、シフトを押しながら、クリック離してください。で、今こちらにあるんですけれども、これを、もうエクストルードの、下に持ってくるようにしてください。順番はデュアルグラフ、もうエクストルード、ジグルになります。で、そしたら、ジグルのですね、フォールオフタブ、こちらを開きます。で、この中の、このピンクの、リニアフィールドっていうのがあるので、こちらのタブを開いてから、スフェリカルフィールド、これを、適用します。で、そうすると今こちらに新しく適用されました。で、そしたらですね、このスケールツールを、まずクリックして、この、三角があるんですけれども、このピョンって出ている軸ではなく、こちらの三角になっている方を、選択しながら動かしてください。で、これがですね、だいたいこの触覚みたいなものの、つぶつぶに届く前くらいのところで止めておきます。このくらいですね。で、そしたらですね、先ほど適用したこのスフェリカルフィールド、こちらを、一旦クリックしてから、リマッピングのタブを、開きます。
でそうしたらこの下にある、インバートっていうのがあるので、こちらのチェックをオンにします。でそしたらですね、このジグルを選択しまして、で選択してから、オブジェクトのタブを開きます。スティフネス、こちらをですね、まずこの値は今このような感じで動いてるんですけれども、ジグルがどれだけ止まっているかっていう、設定になります。この数値が0に近いほど、この先ほど適用しなかった部分のこの触覚の先っちょは、固まった状態になります。で100にすると、逆に全て動くようになります。なので、こちらの数値は25にしておきます。で、ドラッグの方ですね、こちらを変更するとこのような感じで動きの激しさが、変化します。でこちらの値はとりあえず30にしておきます。で今このような感じになりました。そしたらですね、こちらの三角アイコンの方のデュアルグラフをクリックします。でこちらをクリックしたら、先ほども、適用したこの紫のベンドですね、こちらを、クリックしながらスムーシングっていうのがありますので、こちらをシフトキーを押しながらクリック離します。で今このような感じになってしまったんですけれども、でこれをスムージングを、ジグルの下に持ってきます。このような感じですね。このスムージングの、をクリックしてから、このオブジェクトの中のイニティアライズ、こちらをクリックします。でそれでクリックしてからステン数、こちらをですね50にします。でそうしたらこのスティフネス、こちらを100にします。そうするとこのように元に戻りました。でこのフォールオフの方に、行っていただいてから、このピンクの、スティフィカルフィールドを選択されている状態でクリックします。でこちらをクリックしたら、また選択ツールになっていることを確認して範囲を大きくします。このくらいにします。でそうするとこのような感じで先ほどよりももっと滑らかな動きに、することができました。そしたらですね、この左下のクリエイトのタブをクリックしていただいて、このエクステンションを、クリックした状態でチーン、こちらを、適用します。そうするとこのようなテクスチャーが出てくるのでドラッグ&ドロップします。で今こちらのテクスチャーが、適用された状態なんですけれども、今は簡略化されている状態なので、一旦この IRR っていうやつですね、こちらを、適用します。でそうすると、このテクスチャーが適用されている、プレビューを出すことができます。でそしたらですね、この、テクスチャーの方をダブルクリックして、このセッティング画面を開きます。で色をそうですね、ちょっと紫っぽくしたいのでこのくらいにしておいて、真ん中の色もこのくらいにしておきます。
でそしたらですね、下から2つ目のローネス、こちらを、クリックします。でこの、ファンクションのタブの隣にあるこのプルダウンを押しますと、テクスチャーを変更することができます。もう好みのものでいいんですけれども、そうですね、だいたいじゃあこんな感じでやっていきたいと思います。何でも大丈夫です。で一旦こちらのタブを閉じます。そしたらですね、このサブディビジョンサーフェイス、こちらをクリックしていただいてから、このサブディビジョンエディターを3にして、サブディビジョンレンダーも3にします。でこのような感じで先ほどよりも、クオリティの高い表示になりました。で、この作る工程は以上になります。レンダリングに関しては次回の動画で説明します。ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。チャンネル登録は右上のボタンからお願いします。SNS は、説明欄のリンクあるいは左下の ID からフォローお願いします。ありがとうございました。